I saw your face in a big crowd, and now it's all I think about. I'd have some leads, but nothing found. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の話題の新商品を紹介します。最速でお伝えしていきますので、売り切れ前にぜひチェックしてください。店舗のデコレーションもすごく春になってまして、とても可愛いのでたくさん紹介していきます。まずは話題のコレクションから紹介します。こちらは子供だけじゃなく大人も楽しい遊び心いっぱいのデザインとなっています。全部で28種類ぐらいの商品があるんですが、まずはこちらから紹介していきます。こちらはマンムットというチェア用のカバーです。ブルーとピンクの2色展開となっています。90% リサイクルポリエステルのフェイクファーです。わかりますよ。気になるところは洗濯できるかですよね。ちゃんと洗濯機で洗えます。私が気になっていたのはこの猫の入れ物です。すごく大きいんですけども、存在感があって可愛いです。もうリモコン入れにしたいですね。オレンジと黒の2色展開です。こちらの黄色のライト、とってもインパクトがありますが、キリンがモチーフとなっています。ポータブルライトでして、単三電池2本必要です。ポータブルなので使いたいところで使えますし、手動でオンオフすることもできるんですが、15分後に自動で消えるようにもなっています。これ枕元のライトにしてもとてもいいですね。オンオフの操作性もすごくいいので、お子様でも楽しく使えそうです。こちらの収納付きのプーフもとても可愛いです。ちょっと蓋を開けるとこのように牙がついており、ミミックみたいですよね。フリーレンが食べられている。楽しくお片付けができそうです。足を回転させるとスタンダードなデザインになります。長く使えそうですね。あとやっぱ気になったのはこちらのぬいぐるみ、クマのぬいぐるみです。白と緑色は小さいサイズなんですけども、こちらのベージュの方はなんと1メートルあります。で、横幅も80センチ、85センチあるので、かなりの大きさです。なんと洗濯機で洗えるそうです。乾くんですかね。こちらのフロアクッションは3個セットになっています。お友達が来た時の座布団としても使えそうです。カバーは取り外し可能で洗濯機で洗えます。生地がポコポコしててとても可愛かったです。ブランケットがすごく可愛くて、ちょっとこうかけとくだけで、ソファーとかにかけとくだけですごく可愛い色合いです。綿 100% ですごく手触りが良かったです。認定を受けたオーガニックコットン 100% ということです。なんて言うんですか、ロッキングバードって言うんですかね。デザインがとても素敵ですよね。18ヶ月以上のお子様におすすめということです。18歳ではないですね。こちら子供用のバランスボードもあります。こちらもとてもシンプルで洗練されています。こちらは6歳以上に推奨されています。耐荷重は100キロとなっています。このテーブルも結構いいなと思いました。こういう低めのテーブルってあんまりないですし、大きさもちょうどいいです。大人がベンチに使うことも可能みたいですね。今回はインフルエンサー向けのお披露目イベントがあったので参加してきました。日本の IKEA では来週からストロベリーフェアが始まるということで、そちらも試食させていただきました。ストロベリーフェアは間違いないですね。こちらのコレクションの購入品は次回紹介します。春の新商品をふんだんに使ったルームセットがあったので紹介します。まずこちらは限定コレクションのクッションカバーですけども、とても可愛いです。生地がちょっとポコポコしててすごく可愛いんです。いやー、可愛い部屋ですね。まずこちらは赤ちゃんが住んでいる設定のお部屋で、ベビーベッドやおむつ交換台があります。このダイニングコーナーめちゃくちゃ可愛いです。こちらテーブルクロスとランチョンマットはスモールフィスクコレクションのものです。食器類は後ほど紹介します。このランプシェードも新商品でしてとても可愛いです。小ぶりなサイズ感がダイニング用にぴったりですね。ここのコーナーが可愛すぎてちょっと苦しかったんですけど、
この取っ手付きのトレイが私大好きでして、見た目も可愛いですし、トレイって大体両手で持つもんだと思うんですけど、これは取っ手が付いてるので片手で持ち運べるんですよ。でそのね推しのトレイの上に乗ってるこのバスケットとマグ、この組み合わせがたまりませんでした。こちらはブレッドバスケットとなっています。とても軽かったです。色味が明るめなのでホワイトとの相性がいいですね。はい、マグがとんでもない可愛さ。こちらはライトグリーンとピンク2個セットで販売されています。こちらは電子レンジ食洗機対応です。今期後でちょっと紹介しますけども、マグも可愛いもの出過ぎてまして、一旦落ち着いてください。この丸いランチョンマットもこの同じコレクションのものでして、こちらは2枚セットで販売されています。もちろん洗濯機で洗うことができます。ウォールシェルフに飾ってあるラタンのフレームがとっても可愛いんです。こちらも新商品です。壁にかけなくてもこうやって飾り棚に立てかけるのも可愛いですね。オーバル型の方はスタンドもついています。ここのコーディネートがかなり可愛すぎてだいぶ長居してしまいました。同じルームセットの棚の上のディスプレイなんですけども、ポータブルライトが置かれています。この白いシェードの部分がガラス製でとても高見えするデザインです。またポータブルっていうところがいいですよね。ダイニングテーブルの上なんかでも使えちゃいます。このお部屋はゴールドがアクセントになってまして、とても素敵なコーディネートです。ではキッチンアイテムの新商品を紹介していきます。と言いながらいきなり花瓶紹介するんですけど、こちらブルーのような色味が入ってとても綺麗な花瓶となっています。ちょっとくびれてるので飾りやすそうです。こちらの紙ナプキンはイースターがモチーフになったコレクションです。お花とうさぎ柄でちょっとクラシックなテイストでとても可愛いです。紙ナプキンのほとんどはシーズンで入れ替わってしまいますので、いいなと思ったら買っておくことをおすすめします。腐るものでもないですしね。で今回のうさぎの柄なんかはフレームに入れて飾ったりしても可愛いかなと思います。一緒に飾られてますこちらの食器はまた違うコレクションのものとなっていまして、先にこの小さめのボウルを紹介しますけども、4枚セットで4色セットになっています。縁がフリルのようになってとても可愛いデザインです。で同じ4色の組み合わせのプレートも出てまして、こちらは縁だけに色がついています。組み合わせて使いたくなりますね。でこちらトレイのコーナーです。こちらもとても春らしいうさぎ柄のトレイが出ています。このサイズ結構便利ですよね。ティータイムにぴったりなサイズ感です。トレイって大きいとですね、収納場所に困ったりするので、そういう意味でもちょうどいいです。もうこれ1枚でめちゃくちゃ春の雰囲気が出せます。マグカップコーナーです。今期はすごいたくさんのマグカップが出ていまして、こちらフェルグクラシリーズのマグカップで、いやもうびっくりしたんですよね。ピンクが出てるのは知ってたんですけど、なんか私目悪くなったかなって最初思って、そのピンクと思って見てるからそしたら横にピンクがあって全然違う色でした。左はライラックカラーです。この縁の部分がちょっとねグラデーションになってるんですけど、ライラックの方がよりはっきりグラデーションが分かりやすいデザインとなっています。もうこのマグに後ろ髪を引かれまくってるんですけども、でも何度も言ってますけども、今期は本当マグカップたくさん種類出てますので、落ち着いてマグカップコーナーに足を運んでください。私はこの緑色の2個セットも持ってまして、スープ飲むのにちょうどよくてとても重宝しています。本当に横浜店ですけども、マグカップコーナーがすごく拡大されてました。もう置ききれなかったんでしょうね。で続きましてはデコレーションコーナーです。こちら花瓶コーナーも拡大してました。
こちらにはイースター関連のハンギングデコレーションが売っています。日本ではあまりイースターの飾りって馴染みがないんですけども、 IKEA では割と毎年こういうデコレーションが出ます。こちらはとてもガラスっぽく見えるじゃないですか。プラスチック製です。すごく軽いので飾りやすそうです。トレイに寝かせておいても可愛いと思います。前回か前々回かに紹介した限定コレクションのキャンドルホルダーがやっぱり欲しくて見に来たんですが、売り切れてました。なかったですわ、1個も。このブラウンのね、すごく可愛くてガラスが薄くてとても良かったんですよね。次の入荷を狙ってみたいと思います。 LED のティーライトキャンドルも結構皆様からコメントいただいたんですけども、結構売り切れてるっぽくて、本当 IKEA は新商品すぐ売り切れるんですよね。なので迷ったら買っておく方がいいですね。続きましては収納コーナーです。キャビネットのエーケトにペールライラックカラーが出ています。めちゃくちゃ可愛いです。エーケトはこうやって壁にかけるアタッチメントが売ってます。また足も売ってますので床に置くこともできます。このペールライラックカラーのものはガラス戸扉付きのものも出ています。こちらは奥行き35センチでエーケトの一般的な標準的なサイズで、このように組み合わせて使うこともできます。奥行き25センチタイプというのもありまして、壁面に設置するときにちょっとすっきり見せることができます。で、こういうウォールマウントの吊り下げレールとか扉とか足とかって全部別売りになってますので、買い忘れのないように気をつけてください。 IKEA では定番の収納ボックスクッギスというシリーズがあるのですが、いろいろカラーバリエーションはあるんですけど、だいたい白、今ね、白、ベージュ、グレー、そういうラインナップだったんですが、とてもシックなカラーが出ました。これは黒に見えますよね。黒に見えるんですけど、ちょっと青みの入った黒です。光が当たると結構青みがわかると思います。ちょっと前にこういう透明の黒があったと思うんですけど、だから私もてっきりこれ透明なのかなと思ったんですが、今回のは完全に不透明なタイプでした。透明の良かったんですよね。透明で黒のやつ、中身がちょっとうっすら分かって良かったんですけど、これは完全に不透明です。かっこいいインテリアの方はいいですよね。この色最近なかったですからね。で、クッキスは蓋とボックス別々で購入することができます。ベージュが生産終了になっていて値引きされていました。新しくなったルームセットがあるので一緒に見ていきましょう。すごい洗練されたキッチンとダイニングエリアです。ちょっとこのキッチンコーナーの収納は後ほど見るとして、先にこちらの家事室から見ていきたいと思います。こちらは IKEA のキッチンメトードを使った家事室となっています。こちらは掃除道具が収納されていました。こういう引き出せるユニットがあるんですよ。掃除機が入ってました。奥行きがある棚でも使いやすそうです。ここはランドリーバスケットが入ってました。すごいぴったり2個入ってましたね。すごいアイロン台が置かれていますね。こういうルームセットは収納の中もしっかり作られていますので、開けていくのが楽しいです。こちらはウップダテラのボックスが使われています。これすごく面白いなと思ったんですけど、グラスを収納するこれクリップ式のフックなんですけど、ハンガーがかけてありました。この使い方は思いつかなかったです。こちらの黒い羽も新商品です。意外とこうやって飾るとかっこいいですね。で、こちらの引き出しの中は
キッチンのカトラリーとかを仕切りそうなトレイに掃除道具がしまってありました。こんな広い家事室憧れますよね。どうでしょう。洗面台の引き出しの中はお化粧品やヘアアクセサリーなどをしまわれていました。はい、キッチンコーナーです。冷蔵庫の横にワゴンが置かれてまして、ここに炊飯器が置かれていました。このワゴンは日産フォースというワゴンなんですけども、とても直線的な衣装がかっこいいです。先ほど紹介したクッキースボックスで収納を作っていました。意外と炊飯器乗せてても安定してて驚きました。うちにもねこのワゴンあるんですけど、こんな使い方もできるんだと意外でした。ここはシンク下の引き出し、こちらはスパイスなどが入っていました。確かにね、トレイとかしまうとこないわ。確かにいいですね。でこちらはコーヒーコーナーなのでしょうか。この下にはですね、コーヒーや紅茶が収納されていました。この白いキャニスターは新商品でして、もうすごい人気みたいですね。こちら私も買いましたけども、やっぱ可愛くて、私はお菓子入れにしてますけども、本当見栄えがいいので出しっぱなしにしていても大丈夫です。このキャニスターは半分サイズのものもあります。収納内にライトが随所にあったと思うんですけども、私も前回の動画で紹介したこちらの商品を食器棚に設置したら奥まで見通せて、とても整理しやすくなりました。また10秒で消えるというお手軽さがとてもよく、もう1セット早速リピ買いしまして、ここは玄関なんですけども棚に追加してみました。これは雰囲気作り用の照明です。充電式乾電池を使っていて、電池を充電するときはホルダーから本体だけを外して充電します。どのぐらい電池が持つのかも検証していきたいと思います。あらゆる棚の中に設置したいなと思っています。でそろそろ新生活シーズンということもありますので、次回も新商品速報ベースはお伝えするとして、プラス2026年度版の IKEA ベストバイなんかをまとめて紹介したいかななんて思ってます。せっかく IKEA 行くんだったらぜひこれを買ってきてくださいっていうのを紹介したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。